こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、株式投資の基礎っていうことで、時価総額について解説したいと思います。時価総額ってですね、知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これを知らずにですね、株式投資しない方が絶対いいぐらい基礎的な知識になります。なので今日ですね、そもそも何なのかっていうのとですね、株価とか結構重要だと思ってるかもしれないですけど、やっぱ株価よりも時価総額なんですよね。あと時価総額でどういったことがわかるのか、どういったことに注目するのかっていうのをちょっとわかりやすく解説していきます。ぜひですね、最後まで見ていただければなと思います。で、結構株について疑問を持つときにですね、株価が高いからですね、いい会社なのかどうか、そういう疑問を持つ方結構いらっしゃるんですよね。ここの会社は株が高いからいいとかですね、ここの会社は株価が安いからダメだとか結構いらっしゃるんですけども、例えば任天堂の株価はですね、4万円ぐらいするんですね、1株。例えばトヨタは7200円ぐらいで、ソニーは6200円とかで、この株価だけ比較してですね、株価が一番高い、任天堂がね、一番いい株なのか、結構そう思われる方いらっしゃると思うんですけども、これ実はですね、全然関係ないんですよね。なので今日はですね、その株価だけじゃダメだよと。実はどこを見るのかっていうと、時価総額っていうのを見ます。で、なんで株価がですね、全然関係ないのかっていうと、発行株数っていうのがあって、全然ですね、会社によって発行してる株数が違うんですよ。例えば A 社はですね、1万株発行してますとか、B 社は5万株発行してますとかですね、C 社は1億株発行してますとかですね、全然実は発行する株の枚数が違うんですよね。なので、価格だけ見てもですね、全然同じ比較にならないですよと。なので、どこを見るかっていうと、やっぱりですね、時価総額っていうものを見ます。で、時価総額とは何ぞやっていうと、その株価かけるですね、発行株数。これがですね、企業全体の価値っていう風に見られます。例えば、1株100円で100株発行してますよっていう風になると、100×100 で時価総額は1万円です。そういう風に非常に単純になります。なので、その時価総額イコールも会社全体の価値、そういう風に評価されていると思った方がいいと思います。で、これがですね、時価総額は、市場がみんながですね、その会社を評価している、その、全部のその資産っていうか、そういう風になります。で、例えばですね、任天堂とですね、トヨタ、ソニーが、4万円と7200円、6230円なんですけど、時価総額ベースで見ると、まず任天堂はですね、5.2兆円ぐらいですと。で、トヨタは23兆円ですね。全然、だから発行株数は全然違うってことですよね。ソニーは、7.9 兆円ってなので、この株価だけ見てもですね、全然実はその大小っていうのはわからないですよ。で、あともう一個はですね、今日覚えておいた方がいい言葉があって、単元株っていう言葉があるんですね。ぜひですね、今日単元株って覚えてほしくって、その取引できる最小単位の株ですね。なので、単元株、その東証とかで株を売買できるんですけど、その売買するときのですね、一番最小単位を単元株って言ったりします。例えばこの3社はですね、単元株100株だったりとかするので、それは、これに100かけた値で株が買えると。例えば、任天堂の株欲しいよって言ったら、4万円を100株買わなきゃいけないんで、400万円ないと株買えなかったりとかするんですよね。トヨタは72万で、ソニーは62万とかですね。で、この単元株もですね、実はその会社によってバラバラで、単元株1000株のとこもあったりとかですね、1株から買えるとことかもあったりして、それもね、結構統一しようって動きあったりするんですけども、バラバラで分かりにくいとこになったりとかします。で単元株ももう一個覚えてもらって、もしですね、このやっぱ任天堂とか4万円どうしても欲しいよって言って100株単位でね、400万円しか買えないんで、例えばミニ株って10分の1とか1株単位で買えたりとかですね、SBI ネオモバイル証券とかであれば1株単位で買えるんで、4万円から買えたりとかするんで、もし興味あれば詳細欄貼っとくんで見てみてください。そんな感じで単元株ぜひですね、覚えておいた方がいいです。で、これ復習なんですけれども、株価どうやって決まるかっていうと、株価はその買いたい人とですね、売りたい人がせめぎ合ってる感じで、1株、例えば6773円で1700株売りたいよって人とですね、6764円で2100株買いたいよって人がですね、これすごいこう並んでるんですよね。で、売りたい人は少しでも高く売りたいし、買いたい人は少しでも高く、安く買いたいっていうのがせめぎ合ってて、これでもう、6773、1円高くてもいいからいいやって言って、この1700株は売れていくとか、そうすると、6773円にこう株価ピンとちょっと上がるとかですね。そういうので、買いたい人と売りたい人のせめぎ合いなんですよね。なので、さっきの時価総額っていうのも、これと、株価、ここで決まる株価ですね。ここに決まる株価に対して、あと総発行株数ですね。かけることで、その会社の価値っていうのが、こうやってみんながですね、欲しい人と売りたい人の需要でですね、決まっていく。で、それが時価で決まるんですね。
なので時価総額、そういう風に言ったりとかします。なので結構リアルタイムで時価総額変わっていったりするんで、結構面白かったりしますよね。で、例えばなんですけども、トヨタの株を100株買ったらどうなんのっていうのをちょっと考えてみますと。これね、なかなか考えてみると面白くて、100株買うんだとしたら、7200円なので、72万円必要ですよと。で、72万円で買いましたってなると、もうそれは、ね、例えば僕が100株買ったとしたら、もう株主になりますと。で、トヨタの総発行株数はですね、だいたい32億株ぐらいなんですよね。なので32億分の100株持ってる。そういう風になるんで、32分のですね、100の価値をですね、その会社の権利を、トヨタの権利を保有していることになるんですよ。これね、結構面白いことじゃないですか。その会社の、株を持ってることイコール、その会社のね、保有していることになるんですね。たとえ32億分の100とかでもですね、その会社の価値を持ってるってことがあるんですよ。例えばですね、トヨタの、これ、株をですね、買い占めていって、16億株買って 50% になりましたってなると、そうすればですね、例えばトヨタの取締役を送り込んで、実質自分が経営してることだったりとかするんですよね。今23兆とかなので、11.5 兆ぐらいですね、突っ込んで株を買えばですね、トヨタの、経営権を握れると。実際ですね、買うとですね、株価上がっていったりとかするんで、その半分の価値で買えるかっていうとですね、なかなか、値札通りにはいかないんですけども、そういうふうにですね、株を買うっていうことは、実際にその会社を持ってる権利を持つってことなんですよね。結構奥が深いんですよね。で、もう一個はですね、時価総額ベースで、結構会社のですね、規模とかイメージとか分かったりするので、これもちょっと説明しておきます。で、これ僕のイメージなんですけども、大体ですね、1兆円以上とかあってくると、かなり大きな企業ですね、超大企業みたいなイメージがあって、大体1000億から1兆ぐらいだと大企業ぐらいのイメージですね。で、100億から1000億中小企業みたいな形で、で、100億以下はベンチャー企業みたいな形、そういう感じで、割り当ててますと。で、これ僕の、割り当てなので、これは別に一般論じゃないですけど、僕はそういうイメージ持ってるんですけども、そうやって会社を分類することでですね、時価総額見て、どの辺の、時価総額の株を買うのかっていうのはよく考えた方がいいですと。例えばトヨタとかであれば、もう23兆がもうぶっ飛んでるんで、むちゃくちゃ安定してますと。ちょっとやそっとや吹き飛ばないですよね。かといって、むちゃくちゃですね、今の23兆円から時価総額が、例えば100倍、100兆円までいくかっていうと、まずはすぐには絶対いかないですし、例えば売上がね、倍増して23兆の時価総額から50兆までいきますよっていうのもですね、まず考えにくいんですよね、すぐ行くには。今1000万台ぐらい世界でトヨタは車売ってるんですけども、それがね、2000万台になるみたいな、やっぱそう簡単にいかないですよね。他の会社もあったりとかするので。なので、時価総額が高い会社っていうのはなかなかそれ以上時価総額上がりにくい傾向にありますね。で一方でベンチャー企業っていうのは、全然安定モデルなくてできたばっかなので、潰れるか上に成長するか、どっちかが安定してるかなんですけども、かなり値動き激しいですと。なんか一発ヒット商品が出たら、例えば時価総額50億ぐらいのところが一気に1000億超えてきたりとかするってことはよくあるんですよね。なので、時価総額ベースで見て、その会社の価値ですね。株価だけ見るんではなくって、気になる会社があったら時価総額見てどの辺に位置づけなのかなと。で、まだまだ、これから伸びそうで、むちゃくちゃこれすげえなっていうのがあって、でも実はベンチャーみたいなとこあったら、もしかしたら、10倍とかになる可能性もありますね。もちろんゼロになる可能性もあるんですけども、その辺が結構株の面白いところで、なので、10バーガーとか言って、10倍とかね、株価100倍とか狙うんだったら、ベンチャーとかこっちの方がいいですし、どちらかというと安定して配当を取りたいよとかですね、でやったらもうこっち行った方がいいっていうんで、目的によってですね、どっちがいいかっていうのは、切り替える必要がありますと。ゆうちょみたいにですね、一気に株価下がったりするケースもあるんで、時価総額高いから安定って言うわけでは一概ないので、結構難しいんですけれども、大まかにですね、そういうイメージがあるので、安定性を取るのが投資するときに、それとも成長性で一気に行きたいのか、そこはですね、よく考えていただいて、自分のですね、リスクに合ったお金で、投資するのがいいのかなと思ったりしてます。で、時価総額について分かったりとかすると、これダイヤモンドオンラインでですね、時価総額ランキングとか言ってたので、こういうデータとかも何のこっちゃ分かるんですね。その株価かける総発行株数ですね。で、こっちはですね、平成元年の株のですね、時価総額ランキングで、オレンジ色のは日本企業なんですよね。なので、平成元年はほとんど日本企業がトップ、世界トップですね、占めてたんですけども、平成30年、去年ですね。去年になると、日本は50社中、
世界で1社トヨタしか入ってないっていう風になっちゃってますと、日本の時価総額の株、時価総額ってここ30年伸びてないんですけど、世界は10倍ぐらい伸びてるんで、ほぼ全然勝ててないですみたいな風になっちゃってるんで、日本企業もっと頑張んないといけないなっていう風に思ったりとかしてます。50社以内に日本は1社しか入ってなくてトヨタしか、中国はもう8社とか入ってたりとかするので、中国にもちょっともう時価総額でも負けつつあるなみたいな感じで、結構ですね厳しい状態にあったりします。で、今日まとめますと、株でですね、重要な要素で、株価ではなくて時価総額ですよっていうことで、それ今日はですね、ぜひ一つ覚えてください。なので、総発行株数かける、株価で時価総額が出て、それは会社の価値ですよと。で、その単元株っていうのもう一個あって、単元株数で株価かけて、その株を買って、単元株持ってれば、その会社の権利の何パーセントな 0.00 何パーセントかが自分の権利になるってことで、株主になるっていうのはそういうことで議決権があったりする。結構面白いですね。で、時価総額とか見るときにですね、まずですね、結構時価総額見て面白いなと思う会社があったら、それでどの辺のポジションの会社なのかっていうのは大体わかるっていうんで、それで成長性なのか安定性なのかどっち取るか、いろいろですね、答えはないんですけど、そういうふうにまずは大きく分類して、どっちのスタンスでいいかよく見るのがいいと思います。で、株の基礎は、再生リストでですね、株の始め方やってて、ものすごい、50万回ぐらい再生されてるんで、よかったらですね、詳細欄貼っとくんで、ぜひ見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資、あと、経済とかですね、役立つ情報を発信していってるんで、もし面白かったらチャンネル登録お願いします。あと、Twitter で有益な情報を発信してるんで、よかったら登録してください。あと、LINE アットですね、不動産投資のチェックリストをプレゼント中です。あと、メルマガで不動産投資講座やってるんで、よかったら登録してください。それではどうもありがとうございました。